どうも、大キングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回 Amazon の冬自宅セール第2弾というところで、Apple 製品などね、今回も2時間、3時間ぐらい探しましたので、意外とね、セールというか安くなる Apple 製品がいっぱいありまして、今回のやつまだ全部入れれてないんですけども、概要欄の方にですね、この一覧でまとめて Amazon フロントの方に入っておりますので、チェックしてもらえばなと思います。もちろんブラックフライデーも控えてはいるんですが、ただ安いなというところはあるんで、ブラックフライデーも安くなるか分かんないんでね、正直ね、見てもらえばいいかなと思います。概要欄の方から。ということで、早速なんですが、AirPods Pro がですね、セールというか、最近でおそらく一番安くなってるんじゃないかなと思います。AirPods Pro 2が。また若干ね、400円ぐらい値上がりしたのかな。ただ久しぶりの3万5000円台じゃないかなと思います。プライムデーでも特に安くはなってなかったと思うんで、ブラックフライデーもそこまで変わらないんじゃないかなと思うので、気になってた方はいいんじゃないかなと。AirPods 4に関しては、今のところ残念ながら在庫が安くなってたんですけど、なくなっております。意外と人気なのかなっていう気がするんですけども、で、今ね、この AirPods 4使ってるんですけど、ケースがね、かなりいい感じでして、安いの買ったんですけど、はい、カラビナちょっとつけたくてですね、使ってるんですが、全然これでいいかなと思いました。はい。で、iPhone 13 mini の、整備済み品になるんですが、こちらも5万8000円ぐらいまで来てますので、カメラと、バッテリー持ちが13から結構良くなったっていうのと、ミニの最後のモデルではあるので、このサイズ感はめちゃめちゃいいんでね、バッテリー持ちはそれほどって感じではあるんですけど、その分ね、本体がちっちゃいので、いいかなと思います。はい。で、AirPods Max に関しても、これ新しいね、USB-C のモデルが出たんですが、安くなってます。ちょっとね、8万4800円かな、確かね、定価は。はい。そもそも結構高いんですけど、型落ちの前のやつね、ライトニングでいいんだったら、そっち買った方がコスパはいいと思うんですけども、中古とかね、多分5万ぐらいであるんで、新品で一応、カラーバリエーションが微妙に変わってるので、こっちの方がいいよって方はいいんじゃないかなと。はい。中身は特にね、変わってないです。はい。で、Apple Watch シリーズ10に関してもお安くなっております。なぜか Amazon だと安いと、このシリーズ10かなの僕 46mm ですかね、使ってるんですけども、ジェットブラック。いやー、これね、意外といい。画面とか見た目はそんなに変わんないんですけど、ジェットブラックでもかっこいいね。充電速度がやっぱ速いのとかですね、デザインが 10% ね、本体薄くなったんですよ。これによって装着感がめっちゃ良くなった。で、あとこの水深とかがね、温度かな、測れるようになったので、サウナーの人はね、めっちゃいいです。自動的に温度が測れます。水温が。はい。で、あとシリーズ9が安くなってはいました。どうだろうな、1万、2万弱ぐらい安いのかな。シリーズ10の、同じ、ステンレスじゃないか。今ね、チタンになってるんですけども、シリーズ10の方が個人的にはおすすめですかね。装着感とかは。ただできるだけ安く高級感あるモデル欲しいってなったら、別にシリーズ9でも機能的には特にほぼほぼ変わんないので、いいのかなと思います。ただ、あと1個かな、これね。スポーツバンドが、このグリーンスポーツみたいなやつが、安かったですね。プラムスみたいなのも安いのかな。46mm 用になっております。パシフィックブルーマグネティックリンク。これも安いですね。1000円ぐらい。1000円ちょっと安いのか。よくわかんないですけど。若干色落ちがするとの噂もある。が、装着感はやっぱりマグネティックなんでいい感じでございます。45mm なんですけど、46mm も使えます。45mm 用のバンドは46用でも全然使えますので、はい。で、今は僕が使ってるのは、一応クーポンがね、20% オフになってたので、このチタニウムのバンドなんですけども、マグネットでこれくっつくマグネティックリンクみたいな感じではあるんだけど、これ結構いいです。ステンレスよりね、軽いんですよ。軽くて長さ調節はめっちゃ簡単でした。軽くて丈夫、一応金属アレルギーの方でも安心して使えるかなというところでございます。多分6000、7000弱ぐらいで買えると思います。で、MacBook Air のね、M2 ですかね。これちょっとスペースぐらいね、もうちょっと安かったんですけども、おそらく在庫分なくなったのかな。で、メモリが最近 16GB からになったんですけど、メモリが 8GB のモデルが安くなっております。1万5000円ぐらい。1万5700円ぐらい安いのかな。なんで普通にライトユーザーの方であれば全然大丈夫です。メモリ 8GB で。動画編集を別にね、できるんで、やろうと思えば。性能的には全然問題ないかなと思います。M2 で。で、あと14インチのね、これ最近出ました M4 チップなんですけども、1万ぐらい安いな。24万8000円じゃなかったかな、確かね。8800円か。はい。またこれ昨日ぐらいからまた安くなってて、これいいですね。でもね、
今回からちゃんと右側にも USB-C の端子ついたりとか、ジェットブラック選べたりするようになってるので、結構いいかなって思いました。で、あと Mac mini の、新しいの出たんですけど、この M2 の前のモデル、7万円台で出てますので、割と普通にね、コメントであったんですけど、全然ライトユーザーと M2 の MacBook Air と一緒で、性能はね、全然いいですから、十分これで使えます。端子も別にしっかりありますんで、これでも多分サンダーボルト2個だった気がするな。ですので、M2 Pro は多分安くなってない。M2 の512とか256とかは7万とかであるので、ただですね、この最新の M4 チップのモデルが、デザイン変わったんですよね。こんな感じで。すごい可愛くなったんですけども、こちらも94,800円のやつが9万ぐらい。で、ポイント還元もありますので、これは安い。昨日コミュニティ欄でね、シェアしたんですけども、ゲロ安い。これは安すぎる。こちらのメモリのね、16と容量512、またはメモリ24、512のカスタムモデルの方も安くなってます。はい。これちょっと表示がね、256になってるんですけど、512の間違いだと思います、これ。ですので、ほぼほぼ発売日に届きそうな感じではあるんで、わかんないですけど、9から11になってるけど、かなりいいかなと思います。購入考えてた方はね、いいんじゃないかなと。で、あとマジックトラックパッドかなとか、マジックキーボードあたりも全部、あと USB-C になりました。こちらがなんで、これもちょっとなんか安いんだよね。800円ぐらいだけど。なんですが、そう、こっちこの USB-C ポートに接続して、ペアリングと充電を完了できますみたいなね。これただね、僕これ買ったんですけど、OS がね、15.1 かな。セコイアって一番新しいやつにしないと、なんかね、動作しないんですよ。スクロールができなくて、最初初期不良かなと思ったけど、アップデートしたら使えたんで、そこは注意かなっていう感じ。なんで、おそらくこのマジックキーボードは、わかんないですけど、これも USB-C になりましたんでね、ライトニングだったんですけど、iPhone のね、やつと一緒だったんですけど、BC になったので、タッチ ID 付きは便利だとは思うんですけども、使いやすいですよね、これね。はい。で、ガジェットですかね。アンカーの、ユーフィンね、スマートトラッカー。アップルのエアタグみたいな感じのやつですね。ほぼほぼ一緒なんで、全然これでいいかなって。エアタグのほぼ半額ぐらいで買えるので、アップルの探すアプリ使えますので、スマホからね、音を鳴らしたりとか、逆もできます。スマホを鳴らしたりもできるし。で、あと置き忘れると、iPhone にね、Bluetooth 離れると通知が来るので、そこら辺もいいとこかなと。で、あと、カード型のね、タイプ、このスイッチボットのやつが、これも探すに対応してて2800円ぐらいで安いですね。はい。アンカーのセールになってなかったので、ほぼほぼね、セール時と同じような、アンカーね、3900円ぐらいするんですよ。セールしてなかったら。なんでいいかなと。スイッチボットじゃなくても全然ね、使えますので、あとこのキーホルダーがね、というかこういうのをつけれるのもいいとこかなと思います。で、あとパワーバンクの1万 mAh。で、これライトニングケーブルのモデルがね、結構 15% オフか。なかなか安くなってましたね。充電器としても使えるタイプ。ここにコンセントがついてるというか、そのまま挿せるタイプなので、出して充電器として使ってもいいし、モバイルバッテリーとしても買えます。で、ライトニングこれついてるんで、そのままこれだけ持っていけばいいかなっていうところですね。はい。で、こっちの一応USB-C のモデルも 10% オフクーポンが来てたので、iPhone15 以降の方とかはこれでもいいかな。あと Android とかの iPad とか、30W 出るんで MacBook Air とかでも使えるかなと思います。はい。で、あとエレコムのガジェットポーチがね、安くなってました。一番価格もね、それなりに安くてすごい使いやすい、シンプルなアイテムではあるんですけども、自立型がやっぱいいかなっていう気がしますね。やっぱ立てて置いとけるんで、ポイントかなと思いました。今日見てたこの富士フィルムのインスタントカメラ、いわゆるチェキっていう撮ったら出てくるやつが、これ結構いいなと思って、もう一個ね、なんか上位のモデルがあるんですけど、そっちでもいいんですけどね。いやー、この感じがね、チェキってもうエモいっすよね。映るんですとかがね、ちょっと前流行ったと思うんですけども、映るんですは、現像が必要なんですよね。これはもうそのまま自分で、この紙いるけど、チェキは。だけあれば、自分で、現像というか出てくるんでね。いや、これちょっとエモくていいなと思ってます。はい。で、あと、シャープの加湿性、空気清浄機。ここら辺今は僕狙ってるんですが、グレーのモデルが安くなってたかな。ホワイトも若干これなんか安くなってるのかな、わかんないけど、グレーがなんか白物家電感がなくていいかなっていう、かっこよくて空気清浄、この時期ね、そろそろ冬が来るんで加湿器いいかなと。で、あとダイソンのこの掃除機もですね、これ Amazon 限定なんですが安くなっております。このクリーナーヘッドのところが、レーザーがこれ出るモデルになってて、汚れがねめっちゃ見えますこれほこりがね見えるんで、結構楽しいっていう感じで、もちろんこのスティック掃除機とかねいろいろ使えますんでついてます。フィルターもついてるのかな。ツインバードのねなんか電子レンジが安くなっておりまして、かっこいいんだよねこれね。
マットブラックな感じでミラーガラスで、あとねボタン式じゃ、この赤外線センサーは多分そんなでもないと思うんだけど、画面も見やすそうですし、あとこのねボタンじゃなくてこう分かります？マウス式なんだよね。マウス式の方が、僕は好きですね。やっぱりねピッピ押すのちょっとめんどくさいから。ホワイトもねあります。なんか洗濯機みたいなデザインだよねなんか東芝のドラム式洗濯機みたいなデザインなんですけども、これもねなんかいいかなと。シンプルなやつなんですけども、いやーなんかあれなんかブラウンみたいじゃないですかわかります？ブラウン時計とかあるんだけど、これもシンプルにこう回すタイプで、そんな機能とかはないんですけども、レンチンするだけなら全然 500W 多分 600W までいけるのかな、このハイは1から10分ぐらいまでこうぐるっと回すタイプがねやっぱ便利なんだよ。ボタン押すのねちょっとめんどくさい。やっぱりこれもホワイトとかあるんで、これブラックミラーもかっこいいな。なんか未来的なデザインがいいかなと思います。ツインバードね、でこれ昨日も紹介したですね、前回紹介したツアープロ2かな、こう型落ちにはなるんですけども、これかなりおそらく最安値じゃないかな。この2万画面がついてるですね、これ一回話題になったんですけど、新しいのが3出てるんだけど、ほぼほぼ変わってないような気もするので、いいかなと思いました。で安い、2万安くても4、5千3000ぐらいするイメージだったんで、はい。であとソニーのねこのヘッドホンね、アルトウェア、これもレビューさせていただいたんですが、めっちゃ音がいいこれ2万円台、最初3万3000で言ってたんで、2万円台前半はね相当コスパいいと思います。これ全然これがいいと思う。音がですね最上位モデル 1000X Mark V っていうのがあるんですけども、それと同じプロセッサー使ってるんですよ。統合プロセッサー V2 だったかな V1 かなちょっと忘れたけどをベースにしながら、でアルトモードっていうのがあって、重低音をねすごい強化できるボタンがあって、ブイーンってなるんですよ。押すとパワーモードみたいななって、重低音がかなりねグングンゴンゴンきます。もう揺れる、このヘッドホンが揺れるぐらい出るんで、これねめちゃくちゃいい。でそもそもの音もいいので、かなりおすすめですね。ノリノリ系はね。はい。であとこのレビューね、おそらく明日ぐらい上げます。リンクバッツフィットっていう新しいですね、これソニーのイヤホンでございまして、ポイントが 10% 還元来てたので、装着がねめちゃめちゃいいです。ですごいちっちゃくなって、フィッティングサポーターかっていうのがついてですね、これがねすごい長時間つけてても全然大丈夫でした。で音もさっき言った 1000X Mark V かな 1000WF か、イヤホンの方の、最上位のモデルと同じプロセッサー使ってるので、かなり似たような音です。でノイキャンはやっぱりそこまで強くないんですけど、使える範囲ぐらいかなと思いますので、結構おすすめで、これのオープン型のやつがこれも発売してるんですけども、あとはね11月15かななんですけども、これはオープン型のやつはもう発売してまして、結構もう値段下がってんだよねこれも使わせてもらったんですけど、これはこれで良かったです。個人的に僕はノイキャンがね欲しいんで、散歩とかね街歩きとか電車の通勤とか向かないと思うんですけども、それ以外は結構ねテレワークとかそういうパターンはすごいいいかなと思います。メガネマスクね干渉とかもないし、で音ねすごいいい。これリング型で穴開いてるんですけど、外の音がこう自然に聞こえてくるモデルになってるんですが、これも結構良かったです普通に。であとBOSEのウルトラクワイエットコンフォートウルトラも4000円オフクーポンで、3万前半ぐらいだったらかなりいいんじゃないかなと思いました。音もノイキャンは、おそらくこれがほぼほぼベストかなっていうか、一番やっぱ BOSE が強いのかなっていう感じはしてます。AirPods Pro とかよりも強いですし、ちょっとごつさっていうのはあるんですけども、ワイヤレス充電ないぐらいかな。はい。あとこのヘッドホンに関しても、5000円オフ出ておりまして、このルナブルーとかね、新しい色がいろいろね出てるんで、60周年モデルはクーポンはないけど、たまにつけてる人いいんだよなギラギラ系な感じではあるんですけども、結構デザインは僕は好きですね。で軽くて使いやすいし、はい。音ももちろんいいんでおすすめでございます。であと日用品なんですが、これね前回も紹介したチャンピオンのトレーナーが売れてたので、セールで多分在庫が戻ったのかな。これは白っぽいやつなんですけども、カラーがねなんかいろいろあったと思うんだけど、あれどっか行ったなカラーがね結構いろいろあるんで、ちょっと探してみてもらえばいいかなと思います。こういうタイプもあるしね、割とセールしてるんで、ハーフジップとかも、僕も結構好きなんですけど、グリーンとか可愛いな。普通に着やすいんでとか、クーポンがね 15% オフになってるんで、あとパーカー楽なんだよなこれね。はい。これはただ厚手な感じではないので、
まあ、なんか下に着ても上から着るみたいなイメージでいいのかな感じアウター、まあアウターっちゃアウターか。T シャツとか着て厚みがあるタイプではないんですけど、まあ、普通に着やすい感じで、あとねこれ見つけちゃったんですけど、ワコールのなんかねヒートテックみたいなやつ、ヒートテックのこう上位互換みたいなやつがあって、なんか異常に評価いいんだよね。で多分僕ワコールのブロスっていうパンツがあるんですけど、メンズ用に作ってるワコール女性用のイメージがあるかもしれないんですけども、こう男性用のやつね良くてこれいいんだと思います。はい、ただあんま在庫がなさそうだったので、まあ僕買おうと思ってるんで、これ競争ですね。いくつかあとモデルがあったので、多服手袋とかもあるな。まあいろいろそこら辺はねチェックしてみてください。ただあんま在庫ないんで、もしかしたら売り切れるかもしれないんで早めに、はい結構ね売り切れるっていうやつあったんで、あとまあヘインズのこのまあロング T シャツ、まあこれは万能なんでねやっぱいいですよね。これでも防寒タイプ、ちょっと多分厚手だと思うんだよね。シンプルでもうガシガシ洗いたい洗ってもなんかいいかな。まあ非常に普段使いしやすいやつなんで、はい、まあ長袖のもうちょっとこう薄手のやつとかあるんで、まあこれに上からなんていうのニットみたいなやつを着ようかなって思って、まあなんで下は何でもいいかなっていう、なんでまあヘインズね、まあ着心地よくてコスパいいかなっていう感じですかね。はい、これ最近買ったパジャマで、あともう2個しかないんだけど、このネイビーはシルクかどうかまあ若干怪しいんだけど、これね薄いんだけど普通にあったかくて、いやーこれめっちゃねいいです普通に良かった。サラサラ系のね肌触りいいタイプので、薄いんだけどなんかやっぱあったかいんだよね、シルクだからか。 100% ではないと思うんだけど、ただまあ洗濯とかは、まあ、正直ちょっとねできないんで、シルクねすごい繊細なんですよ。まあなので、まあ、そこら辺はコスパって意味ではちゃんとしたやつもっとね2万ぐらいするんですけど、シルク多分本物これは本物かどうかわかんないけど、まあでも一旦お試しでいいかなと。まあ全然これで僕は良かったです。はい。であとまあアレジオンがですね買われてたかな。まあ、鼻炎、まあ、花粉の季節ではあるので、ここら辺のあとビオフェルミンとか、まあ、たまに買ったりしますね僕ね。はい、最近買ったこのフロイス良かったですね。30でいいと思う。40買ったんですけど、確かこれだったと思う、買ったやつ。はい、買ったんですけどちょっと高すぎたというか、鏡の位置がねちょっと下だったんで30でよかった。で一応マグネット付きあるんで、まあ、山崎実業でもいいんですけど、はい、こっちの方がちょっと安かったので、マグネットは必要ないなと思ったんで、はい、一応でヘリにかけれるようになってます。ここが穴がね開いてるんで、まあ、マグネット欲しい人はマグネットか山崎実業とかでもいいかなって思います。はい、でスリッパね、これ良かったですね。なんか安いし、ちょうど俺 26.5 なんですけど、まあちょうどいいかも。26.7でちょうどよかったんで、ちょうどいいサイズぐらいでいいと思うよ、サイズ感としてはね。まあ、エアクッション入ってるんで結構ねこのふわふわというか柔軟性、弾力性がある感じので、滑り止めついてていいです普通に理学療法士推奨っていうのはまあ本当かどうか知らないけど、あとこのフェイクグリーンのやつはなぜか売り切れてました。はい、これは需要あんのかなと思ったので一応紹介したんですけど前回ね。まあでもまあ割といいですよ。60センチ、まあフェイクでいいかなっていう感じかな一旦ね、僕の場合は。はい、オクソーのサラダスピナーはね、オクソーめっちゃいいです。これサラダスピナー、まあもちろんこう野菜の水切りができるんですけども、このブレーキボタンでこう止めれるんですよ。ピッて止めるのめんどくさいじゃないですかあれね。そのままサラダボウルとして使えるっていう、すごい面白いやつなんですけども、でそうあとこのノブの部分が収納でき、収納する時に便利。高いんだけどなんかすごいね細かいところがこだわられてる面白いオクソーなんですが、あとこの軽量カップがねちょっと買おうかな迷ってるんですけど、上から見ても分かります。メモリを計量できるんですよ。なくないこれ横からこう見るじゃないですか大体。これだからいいなと思って、まあ多分この500ぐらいがね250だとちょっとめんどくさいんですよ。なんかで200、300入れるとか500水入れるとか、最近料理してるんで、いや料理好きな人これかなりおすすめです。オクソーとこのね計量スプーンもね5と15が両方ついてる。これ良くないですか。まあデザインも結構良くて、このカラス三条何三条っていうのか分かんないですけど、まあ両方ついてるんで大さじ小さじですよね。 5cc と15なんで、これはめっちゃ便利だなと思った。であとまあ食料品なんですけど、このレイズのね、プロテインも今飲んでるんですけど、これねちょっと今1ヶ月ぐらい経って、まあ、ちょうど1袋なくなったんで、まあ、また買い直そうかなと思ってて、まあいろんなこのビタミンが入ってるんですが、なんかまあいい気がするちょっとまだ1ヶ月なんで分かんないけど、なんかこう元気が出る系のやつがいっぱい入ってて、でまあ結構お手頃な価格じゃないですか。なので、まあ、割とありかなと思ってます。まあ多分こういうの3ヶ月ぐらい続けないとあんま変わんないって言われるんで、まあ一応はい
良かったっていうことだけ一旦ね飲んでみて、はい、で水が前回紹介したらちょっとね値上がりしてたんで、このアイリスオーヤマのやつがなんか安くなってたんですよね。9本入りで、ほぼ1000円切るような、提供特便がいいと思いますね。これすぐキャンセルできるんで全然無料で、1本あたり100円ちょっと感じなんでいいかな、持ってきてくれるんで。バドワイザーゼロはもうこれはうまいです。ノンアルで1本ほんと100円ぐらいで、アサヒのね最近のドライゼロが一番美味しいんですけど、言ったらこれはこれで全然あり。ドライゼロはね1本160円ぐらいするんですよ今。あんまビールと変わんない値段なんで、それだったらこれでいいかなって感じしてます。これすごい美味しいなんですけど、ホワイトベルグね、これビール第3のビールだから、一応発泡酒っていうあれなのかなだと思うんですけども、フルーティーで、そうベルギーのホワイトビールみたいな、なのでベルギー系のビールとかが好きであれば、結構これハマると思います。普通に美味しいです。一応第3のビールなんで、結構お手頃で、たまにねスーパーあるんですけど、あんまりコンビニでね、でもセブンはあったかな、あんまり売ってないんですよ。なんかいいかなと。ポーシュで多分一番好きかもしれない。金麦とかああいうのはさ、普通の、いわゆる日本のビールっていう感じ、あれはあれで美味しいんですけども、またこうなんていうベルギービールっぽさっていうか、ちょっと海外っぽさが好きな人はいいんじゃないかなと。でアイリスオーヤマの、これはまた買おうかなっていう16雑穀米か、健康にもいいし、あとねなんかもっちりになってお米がなんか美味しくなります。はい、ちょっと古めの米とかに入れておくとなんかいい感じに美味しくしてくれるんで、はい、炊飯器にこれもう入れるだけなんですよ。ボンってめっちゃ簡単で健康にもいい、最高。はい、であと完全飯がね、ハヤシ飯がもうなんかなくなってたんで、そんなに売れたのか、その在庫なかったのかな、よくわかんないんですけども、完全飯シリーズなら許されると思って、普通のハヤシ飯はあるね。これでもうまいんだよねやっぱな。はい、でうま辛飯がこのユッケジャンね美味しそうなんだよな。普通に33種類のもう全部ほんとタンパク質とか栄養素がね、ビタミンミネラルとか入ってると本当なのかなっていう感じはあるけど、でもそもそもそうか、あんま在庫はないみたいだね。なるほどミスったかな。ただこれやばいの見つけた。UFO もあるんだけど、 UFO のなんかラー油マヨ付き醤油混ぜそばみたいな、これ絶対美味しいじゃんみたいなやつもあったんですよ。これまであんまり多分バレてないんじゃないか。50点しか買われてないから今月。わかんない、あんま美味しくないのかもしれないけどただこの名前的に絶対美味しいよなっていう気はするので、試してみるのもありかなと。はい、UFO は普通にあるので、あとキーマカレー飯もあるかな、完全。はい、どん兵衛のプロとかもありますので、少しでも罪悪感を減らしたい人は、いいんじゃないかなと。カレー飯も美味しいですけどね。はい、という感じで、また今回の今から言っておくので、前回の内容と同じ感じ一覧で全部これ見れますので、チェックしてみてください。ナッシングもこれもなんか安くなってるのかな。で赤いのがセールなんですけども、やっぱクーポンとかそういうのは表示されないんですよ。なので、そのページに行って確認してもらえばと思います。でタイミングによってなんかクーポンがあったり、なんか微妙に値上げしてたりはするので、ここだけ最後恵比寿ないのもなくなってるなんか一部なくなったりしてますので、チェックしてみてください。なのでこの動画少しでも良かったよと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いいたします。あとはまたブラックフライデーとかも取り上げますので、Apple 製品とかもね解説してますので、チェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。じゃあまたね。いやー、結構新製品がですね安くなってます。いやー、このワコールなんかすぐなくなりそう。マジであんま在庫なかったんですけどちょっとね、もう本当に紹介するのをためらうよね。なくなるんだもん。だって早いよ買われるのが。季節柄ね、やっぱりインナーとかはな欲しいもんね。だってさ、もうヒートテック以外の選択肢があんまなくないですか。あるんだろうけど、いやワコール強そうじゃん。なんかね、はい、なんかフェイクグリーンがなんでなくなったのか観葉植物ね。これでも結構いいですよね。ちょっと高いかなと思ったけど意外と良かった。はい、頑張ろう。頑張りましょう。